とんかつには何をかけたらいいかというご質問がありましたので、今日は私が毎年トマトのシーズンにまとめて作っているソースをご紹介いたします。たくさん作って容器に入れ、保存料は入っていませんので、冷凍庫で保存、1本ずつ冷蔵庫に移しては使っています。普通のソースにとろみのあるフルーティーなとんかつソースと2種類、ぜひ挑戦してみてください。今日はこれらの材料を使ってとんかつソースを作っていきます。大事なのはまずトマトですね。そしてリンゴ、玉ねぎ、人参、セロリ、バジル、こういったのを使います。それでは野菜類を洗っていきます。トマトは湯むきしますので十字に線をまず入れましょう。トマトは農薬をどうしても使わざるを得ない野菜らしいので皮は剥きます。分量はもう適当です。じゃあ沸騰したお湯にトマト入れます。はい、いいでしょう。お湯に入れるとさっと皮がむけますね。ミキサーにかけます。はい、ジュースを測って入れます。大体600あればいいんですけど、いけましたね。 678g なりましたので、トマトは OK です。湯むきしたのは今晩のおかずに回します。冷やしときましょう。はい、それでは切った野菜類をミキサーにかけていきます。玉ねぎは 386g ちなみにあります。剥いた状態でですね。でこれをミルミキサーにかけます。だいたいこんなもんでいいです。ボウルに入れときます。粗挽きで大丈夫です。で一緒にバジルの葉っぱも入れちゃいます。はい、 OK です。どうせ混ぜるのでもう洗わずにどんどんいきますね。人参、で次にリンゴですね。セロリも少しやってみましょうか。はい、 OK です。カラメルを作っていきます。 200cc の水を火をつけて強火で砂糖を 300g 入れます。水を入れます。焦げついてるのはこそげて溶かしていってください。これで落としてますね。だいたい溶けてきましたら、先ほどミキサーにかけた野菜類を入れていきます。
ローレンの葉っぱも入れます。10分ほど煮込みますね。はい、10分経ちました。トマトを入れていきます。今日のレシピは材料や分量は適当、こうでなきゃいけないというのはありませんので、調味料もご自分の好みに合わせて調整してください。市販のとんかつソースも美味しいですが、自分で作るソースは格別、自分流の味を作ることができます。はい、蓋をしてまた10分置きます。はい、10分経ちました。蓋を取ります。醤油、ワイン、塩、適当ですね。味見ながら後で調整します。胡椒、ナツメグ、パプリカ、コリアンダー、チキンパウダーを 10g ぐらい。韓国の牛だしの粉ですね。だしだって言うんですけども、それを入れます。5g ぐらい。毎年テラピアを粉にしたのを入れるんですけど、今年ないので本だしを少し入れます。 2,3g。 もうちょっと甘み欲しいので蜂蜜を追加します。沖縄の黒砂糖も少し入れます。黒糖でよく混ぜます。蓋をして30分煮ます。はい、30分経ちました。火を止めてレモン汁、お酢、はい、これ冷まして半日置きます。はい、半日一晩置きました。蓋を開けます。これをこしていきますので、ボウルを用意し、こぼれた時のための網を念のため置いて布を敷きます。で絞ります。これがまず普通のソースになるわけですね。で、これを元にとんかつソースを作っていきます。はい、全部絞り切りました。はい、これを全部お鍋で一回沸かします。はい、火をつけて沸かします。弱火でちょっと煮ます。沸いてきました。味見をします。去年まで砂糖 500g 最初にカラメル作ってたんですけど、ちょっと甘すぎたので今年は控えて 300g にしたんですが、
やっぱりちょっとそれじゃ甘みが足りないので 100g 砂糖を足します。砂糖入れます。ここで最後の味調整しますね。お塩ももう一つまみ。広島の多福ソースはここにナツメでしたかね、入ります。こちらではなかなか手に入らないので、マンゴーのピューレやチャツネを入れてもいいですね。今日は入れませんけど、いろいろ工夫してみてください。美味しくなります。それではここから普通のソースととんかつソースと分けていきたいと思いますので、とんかつソース用に、1.2 リットルとんかつソースを取りました。こっちを普通のソースがですね、残った方が。ではこれはもう完成で、冷まして容器に入れます。でとんかつソース作っていきますので交代です。ケチャップを入れます。もう少し酸味が欲しいと思ったらお酢をちょっと足します。でとろみをつけるために片栗粉を水で溶いて入れていきます。このとろみもお好みで量を決めてください。煮立ちましたら火を止めて冷ましておいておきます。はい、それでは出来上がったソースを器に入れていきます。まずは普通のソースから。今日のソースは2日がかり、手間がかかって結構面倒だという方もいらっしゃるかと思います。次回は市販のソースを混ぜ合わせるだけ簡単にできるオーロラソースととんかつソースをご紹介したいと思います。はい、じゃあとんかつソースを入れていきます。ウスターソースととんかつソースはとんかつだけでなくチキンカツやミンチカツ、他ハンバーグ、お好み焼きや焼きそば、卵料理やカレーライスなど何にでも使える万能ソースです。はい、普通のウスターソースが1本、とんかつソースが1、2、3、4本できました。これで1年間使えるかな、ちょっと足りないかな。ソースの完成です。